ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今回は2026年7月14日、フランス革命記念日のパリの一日を動画にしてみました。パリの空がトリコロールに染まる朝から、この街の歴史にたっぷりと浸る博物館、そして友人たちとの着物の夕べまで盛りだくさんの内容になっております。酷暑の続くパリですが、皆様はどうぞ心地よい空間でのんびりとこのパリ散歩をお楽しみくださいませ。サンジェルマンデプレ界隈の朝、祝日のパリの街はゆっくりと目覚めます。カフェもお店もまだ支度中というところが多いようです。私はこの時間帯のすがすがしい空気のパリが好きです。こんな設備が登場していたんですね。この夏のパリには欠かせないシステムかもしれません。サンジェルマンデプレ地区といえば、こちらの2つのカフェ。私はカフェドフロールで朝ごはんをいただきたいと思います。このサンペのイラスト、いいですよね。私は大好きです。クロワッサンとカフェアロンジェ。カフェアロンジェはエスプレッソほどは濃くないコーヒーなのですが、私はこの感じだとお砂糖を入れたくなります。正直に申しますと、コーヒーとクロワッサンがもっと美味しいお店はパリに他にもたくさんあります。けれども、こちらのカフェの佇まい、ギャルソンさんたちが醸し出す雰囲気、それらがこのカフェを唯一無二の存在にしているのではないかなと訪れるたびに思います。サンジェルマンデプレ教会にもご挨拶をしていきましょう。今朝の私の目的地はこちら、芸術橋です。すでにたくさんの人が集まっていました。ここで皆さん何を待っているのかわかりますか？革命記念日のパリではシャンゼリゼ大通りを舞台にした軍事パレードが有名です。そして同時に空のパレードもあるんです。その先陣を飾るのがフランス空軍宇宙軍のアクロバット飛行隊パトロイユ・ド・フランス。精鋭パイロットたちによる見事な飛行がパリの空をトリコロールに染めてゆきます。
こうした軍用機を見上げることには少し複雑な気持ちもあります。矛盾しているようですが、私はこの飛行機たちが実戦の場で使われないことを願いたいものです。おや、こちらにも隊列。カモのファミリー。こちらは静かで平和そのものですね。メトロ1番線のルーヴル・リボリ駅。壁はまるで駅の中の美術館という感じでしょうか。私がこのメトロに乗って向かったのはサンポール駅、マレ地区です。今日は市営バスもフランス国旗を掲げています。ここにも国旗がありました。なるほど、こちらは消防署でした。帽子屋さんのウィンドウもトリコロール。数分歩くと今日の目的地に到着しました。カルナバレ博物館です。こちらはパリ市が運営するパリの歴史を専門に紹介する博物館。常設展はなんと無料で見学することができます。以前このチャンネルでご紹介したプティパレもそうでしたよね。あちらもパリ市の美術館です。館内に入るとまずかつてのパリの街角を飾っていた古い看板が迎えてくれます。文字が読めなくてもこの看板が示すお店が何屋さんなのか一目でわかるようになっていたんですね。こうした看板がずらりと並んでいた昔のパリ、まるで童話の中の街のようだったのではないかと想像してしまいます。カルナバレ博物館はマレ地区に残る2つの歴史的な館からなるとても大きな博物館です。絵画や彫刻、街の看板、家具、写真、古い商店の内装などを通してパリの歴史をたどることができます。そして今日私がここに来た一番の目的はフランス革命にまつわる展示室を見ることでした。7月14日に訪れる場所としてこれほどふさわしいところはないと思っていたのです。ところがなんとそのフロアが今日は閉鎖中とあるではないですか。理由は最近の厳しい暑さです。この建物の多くの展示室には冷房設備がなく、上の階は特に気温が上がりすぎてしまったようです。私は一体何のために今日ここへ来たのかかなり落胆しました。けれどもこれもまたこの夏のパリらしい出来事なのかもしれません。諦めるしかありませんね。せっかくですから開いている展示室を巡りながらパリの歴史をたどってみることにしました。こういう機会でもなければ意外とそんなことはしないと思います。まずは
パリにまだ街が生まれる前の時代へ。こちらはセーヌ川沿いのベルシー地区で発見された先史時代の丸木舟、長さ5メートル以上、一本の樫の木をくり抜いて作られ、セーヌ川での漁などに使われていたと考えられています。今からおよそ4500年以上も前に、人々がこの川と共に暮らしていたことを伝える貴重な品です。紀元前1世紀頃、この一帯にはパリシーと呼ばれるガリア人の部族が暮らしていました。現在のパリという名前もこのパリシー族に由来するとされています。こちらは彼らが残した金貨です。時代は一気に19世紀へ。ナポレオン3世の時代、現在のパリの姿を形作る大規模な都市改造が行われました。私たちが思い浮かべるパリらしい街並みが作られてゆきました。こちらは1856年、ナポレオン3世と皇后ウジェニーの一人息子、皇太子ルイ・ナポレオンの誕生を祝ってパリ市から贈られたゆりかごだそうです。19世紀末、新しい装飾様式アール・ヌーヴォーの時代。こちらはオペラ通りにあったレストランカフェ・ド・パリのサロン。そしてさらに見事なのが宝飾商ジョルジュ・フーケのブティックです。1900年のパリ万国博覧会で画家アルフォンス・ミュシャがデザインした宝飾品は大きな成功を収めました。それをきっかけにフーケは翌年ロワイヤル通り6番地にあった店の内装をミュシャに依頼します。ファサードから照明、モザイク、家具、ドアの取っ手に至るまでミュシャが一つの作品としてデザインした空間です。この店に足を踏み入れた人は、そこにあった宝石とも相まって夢の舞台に招かれたように感じたのではないでしょうか。こちらは19世紀末のモンマルトルで人気を集めた伝説的なキャバレー、ル・シャ・ヌワールの看板です。画家や詩人、音楽家たちが集ったベルエポックのモンマルトル。その自由で少し風変わりな雰囲気が伝わってくるような気がします。こちらは1920年代、実業家モーリス・ドゥ・ヴェンデルがパリの邸宅のために注文した舞踏室です。壁と天井を覆う装飾を手がけたのはスペイン出身の画家ホセ・マリア・セルト。描かれているのはソロモン王に会うために旅立とうとするシバの女王の物語だそうです。かつてここでどのような夜会が開かれていたのでしょうね。
こちらは作家マルセル・プルーストの部屋です。ここに並ぶ家具や身の回りの品々は、彼が晩年に暮らした3つのパリの住まいから集められたもの。病弱で喘息にも悩まされていたプルーストは、昼間に眠り、夜になると執筆を続けました。代表作「失われた時を求めて」の大部分もこの簡素な真鍮のベッドの上で書かれたのだそうです。そして実はこの博物館、とても素敵なお食事どころでもあるんです。中庭にジョリというレストランが入っています。私は今日こちらで一人ランチ。レストランが混み合う前、12時からの最初のサービスを予約していました。この時間は外にいてもそれほど暑いという感じはありません。草花に囲まれて風が心地よい、快適そのものです。こちらでのランチは2品で29ユーロ、3品で39ユーロというセットメニューもあります。もちろんアラカルトで1品ずつオーダーすることもできます。私は前菜とメインの2品コースにしてみました。前菜はメロンとシェーブルチーズを使ったサラダ。想像していたよりもとてもボリュームがあります。ドレッシングに少し辛みの効いたスパイスが使われていて、それがとても良いアクセントになっています。メインディッシュは豚フィレ肉にしました。たくさんのハーブが使われているので、風味の変化を楽しみながらお肉をいただくことができます。じゃがいももたっぷり。食いしん坊の私ですが、このじゃがいもは全部平らげることができませんでした。さて、この日の夜は友人の恵子さんのお宅での納涼浴衣女子会にお呼ばれしていました。ですが、私は気がついたらパリに浴衣を持ってきていませんでした。そこで自分で洗える河川の顧問で参加したいと思います。どんなコーディネートにしましょう。この間、水車の着物にも合わせた博多帯で爽やかにいきましょう。そして今日は7月14日なので、赤、白、青のトリコロールのコーディネートにしたいと思います。今日の女子会のメンバーは恵子さんとめぐみさんと私。恵子さんとめぐみさん、浴衣姿が素敵でしょう。いかにも夏らしいおしゃれです。夕方に待ち合わせをして、まずは恵子さんのお宅に近いパレロワイヤルを少しお散歩することにしました。今日はこの公園にもフランス国旗が掲げられていました。私たちはここでおそらくアメリカからいらっしゃったのではないかなと思われる若い男性に日本語で呼び止められました。写真を撮ってもらえませんかとリクエストされたのです。
もちろん喜んでお答えして、代わりに私たち3人揃った写真も撮っていただくことにしました。恵子さんの浴衣は色も柄もとってもおしゃれ。それを白い帯でキリッと着こなしているところが粋です。めぐみさんの浴衣は10代の頃、花火大会へ行くために仕立ててもらったものだそうです。大人になった今でもとってもよく似合ってますよね。私のこのロノコモン、20代の頃に購入したものです。しかも中古品でした。そう思うと着物の寿命って本当に長いですよね。この近くに恵子さんのおすすめのバーがあるので、そこで一杯と思ったのですが、今日は祝日でお休みでした。残念。また次回の楽しみにとっておきましょう。そうそう、この界隈には人気のセレクトショップメッシの2号店がオープンしています。マレ地区の1号店は私にとっても馴染みがありますが、2号店の方は私実は今回初めて店内に入ってみました。こちらはまた少し違った明るくて陽気な雰囲気だなと感じました。オリジナルのバッグや雑貨、思わずかわいいと口にしたくなる食器などが並んでいます。実はこの場所、以前は郵便局だったそうです。時代の移り変わりを感じますよね。ゆるゆると恵子さんのお宅へ戻りましょう。まずはビールで乾杯。そして恵子さんの手料理の数々。きゅうりのサラダ、青じそと梅肉がとても爽やかで、暑い日には最高です。これはネバネバサラダと恵子さん。山芋、お豆腐、めかぶ、ルッコラ、鰹節、ごま、そしてしそ。こちらはだし巻き卵、大根おろしを添えていただきます。これがまた美味しい。鶏肉と山芋を程よい酸味と辛みで味付けしてあります。そして今日のメインはこちら、そうめんです。日本の夏を思い出させるような心地よい夜です。実はこの頃、サッカーワールドカップの準決勝、フランス対スペイン戦が行われていました。私たちはテレビをつけずにずっとおしゃべりに興じていました。気がつけばもう試合が終わっている時間。めぐみさんがスマートフォンで確認すると、フランスは負けてしまっていました。道理で夜が静かだったはずです。もしもフランスがゴールを決めていたら、どこからともなくわーっという歓声が聞こえていたはずですから。帰り道、ルーブル美術館前のカルーゼルの凱旋門に差し掛かった時、空に浮かぶオリンピックの聖火台が見えました。もしも今夜フランスが勝っていれば、街はこの時間でもものすごくにぎわっていたことでしょう。けれども今夜はとても静かなキャトーズジュイエの夜となりました。革命記念日のパリ散歩、
いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたか。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。この動画が良かったと思われたらぜひ高評価を、そしてコメントでご感想をお寄せくださいませ。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。